皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は刺し子関連の記録で使っている手帳やノートについて話をしようかなと思っています。よろしくお願いいたします。このね3冊を使ってるんですよ。で、今日この手帳とかノートについて話そうかなと思ったきっかけなんですけれども、前回収録動画の配信の、取り上げたのが刺し子糸の見本帳ですね。あれを作ったので、それをこんな風に刺し子糸をまとめています。見本帳こんな感じですってファイルを見ていただいたかと思うんですけれども、あれを作っている時に思ってたのが、この刺し子の見本帳と、あと最近使ってるノートとか手帳の話一緒にしようかな、どうしようかなっていうことをなんとなく頭をよぎりながらあの見本帳を作っていました。結論は見本帳だけでね、話がそれなりにボリュームなりましたので、まずは見本帳で出しました。と同時にそこまでちょっと思っていましたので、最近使ってるノートとか手帳の話もしたいなっていう風にね、見本帳を作りながら思ったので、今回はこの3冊について話そうかなと思いました。それがきっかけになります。今2025年の7月なんですよね。なのでこの7月現在これを使ってますというふうに見ていただければと思います。というのも、一番左これがねノートなんですけど、このノートに関してはもう変わらないんで、それはそれでいいんですけど、手帳に関することとなると、私過去にも手帳これ使ってます、刺し子の記録こういうふうにしてますって出したことがあって、その時と大きさとか内容とか変わってたりするんですよ。で、それってやっぱり使っていくとその時期によっても、例えばこれだとちょっと小さすぎるからもうちょっと大きいのにしようかなとか、入れ替えられた方がいいかなとか、そういうのがねこう変わってくるんですよね、その時期によって。ですので、この今使ってるのは2025年7月現在のものと思っていただければと思います。ではここからはこの3冊それぞれを紹介していきます。ではまずこちらからね。はい、これはですね、これだけは前にも紹介したことがあるので、今回はさらっと話をするだけ。刺し子のノートについて私動画を丸々もっとね YouTube をやり始めて初期の頃に出してるんですよ。それとね中身変わらないです。はい、変わってる。でも見た感じ変わってるんですけど、それはね表紙を変えたんです。これロルバーンのノートなんですけど、ロルバーンってそういう楽しみもできるんですよね。ある程度ねずっと使い続けてきたら、こっちの表紙に変えようかなっていうこととかやろうと思ったらできるんですよね。それで今はこのね地域限定のこれロールバーンになっていて、多分ねこれこの動画を撮るにあたってこれいつぐらい買ったんだろうなっていうふうに、ちょっといろいろ調べてみたら2021年とかにこれ発売されてるっぽいので、多分それくらいだから5年くらい前にこれ買ったんですよね。大体それぐらいだなとも思っていました。でこれよく見ていただくと、ここのね模様が麻の葉だったりさや型だったりとかするんですよね。だからもういいなっていうふうに思っていて、このノートのもともとこれをね買った時についていたノートはもうね使い切ってるんですよ。それで表紙だけを取っていたんです。なのでその時期にね気分によって変えたりとかできるので、今はたまたまこれで、これをねこうなんかね改めて見た時に、今このイラストのは売ってるんですね。地域限定のロールバンとして売っているんだけれども、色が違うんですよ。一番違うのここの背景が白なんですよ、今売ってるので。イラスト自体は同じで多少この配色が変わっている。もう一冊そっちも買おうかなって
よぎっちゃいましたね。ロールバーンってそういうところがあるんですよ。もうズブズブにねハマっていく面白さがあるので、買っちゃうかもしれないですね。これのね2冊目増えるかもしれないから、じゃあ色違いで持っとこうとかね思っちゃうんですよね。はい。まあこれがねそのロールバーンなんですけど、中身は前も紹介したことあるので簡単に言うんですけど、これは日付ごと書いてるわけじゃないんですよね。模様ごとに書いてるんですよ。一例で見せられるページを見せようかな。少々お待ちくださいね。とじゃあこの辺とかはいいかな。前にこれ YouTube でこの模様とかこの模様とか実際に付近で作って投稿したことを配信したことあるんですけど、だからこの模様に関することはここのページに書く、この模様に関することはここのページに書くっていう感じですね。例えばこう糸変えてまたこのね模様やって、その時に何か気づいたことがあったらここのね空いてるところにね書いたりとかして付箋で貼ったりしてもいいですけれども、とにかく模様に関するこの模様に関することはここのページで、ここにページ番号振ってるんですね。それで一番最初のところにこれのねノートの最初の方に目次ページも作ってるので、何ページには重ね亀甲のことが書いてるとか、そういうふうにページあるので、それを見れば何ページねってわかるから、こういう立て付けでこれは作っています。はい。なので、だんだん増えていくかな。その模様が増えていくごとに増えていくっていう感じです。で、中身はそんな感じで、さっきも言ったように時々表紙を変えながら楽しんでいて、このノートはもう、変わらないです。書き方としては変わらずにこれはずっと持っていて、こう折に触れてあの時前どんな感じで刺したかなってなったら、その模様名で目次を検索して開いてみてみたいな感じで、過去の刺した時の何かメモ書きがあるかもしれないから見たりとか、あとは新たにね書き加えたりしてもいいですしっていう使い方をしてます。はい、これが刺し子のノートになります。では次はですね、じゃあこちらですね、2冊目。これは同じロールバーンなんですけど、これはねカレンダーなんですよ全部。だから手帳ですね。ロールバーンダイアリーで、この表示はねロフト限定さんで、去年買ったいつだろう、とにかくその時期に買いました。それでこれはこう見ていただくと薄いんですよこれ。例えば普通にねノートとか入ったらこういう感じになるんですけど、さっきのねこっちのノートはこういう感じなんですけど、あえて薄いのはもうカレンダーだけにしてるからです。これはここのねリングを私付け替えたことによって開け閉めができて、これ無印良品のリフィルノートのリングなんですけど、ちなみにこれのリングの変えたこととかも私作業動画として配信したことがあるので、関連するような動画は概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから見ていただければと思います。こういうふうにね好きなようにできる、それもねロールバーンの楽しみでもあるんですけど、気軽に使えるし、毎年デザインとか気になるの出たりとかするし、それでこうやってね付け替えられたらいつでも楽しめるっていう感じで、それでこれなんでカレンダーのものにしてるかっていうのは、これライブ配信を見ていただいている方にはおなじみのこれページになるんですけど、毎回ライブ配信やった後、私このページっていうかこのねロールバーンの手帳を開きまして、はい今日は何日ですねって言って、ライブ配信やった日にはこの青いシールを貼るっていうのを自分の中で決めていて、それで貼ってるんですよ。でちなみにピンクも貼ってるんですけど、これは収録動画を配信した時です。今日ねもう7月もだいぶもう終わりっていう感じの時期なので、今日撮って
31までの間に出せるか、いや多分厳しいと思うけど本当は出したいんだけど、でもし出せたらこの辺りに貼れるんですけど、ピンクがもう一つ、それはもしかしたら次のねこっちかもしれないっていうことですね。なのでさっきも言ったように、まず青がライブ配信、ピンクが収録動画、そしてさらにところどころに猫のシールが貼ってあるかと思うんですけれども、これはライブ配信をやった時に猫様の姿がちらっとでも登場した時にシールを貼っておくっていうことですね。はい。こういうのを見ると、これくらい猫様ライブ配信で登場してくれたのねっていうのが、こうやって1ヶ月で見渡せるのがいいかなって思っているので、これもねいろいろねその時によって変えてきたんですよ。もうちょっとこのロール版のノートじゃなくって普通の閉じノートの時もあったし、あとはもうちょっと大きいルーズリーフにしていた時もありました。それで先月からね、この6月からこれにしたんですよ。ロルバンダイアリーにして、そしてこれ今の段階では3月来年のね3月4月まではあります。でここら辺で、次、そう2026年4月以降なったらまたそのあたりのダイアリーを購入して、そのカレンダー部分をこの後ろ側にねどんどん追加していくっていうことです。だからライブ配信とか収録動画を撮ってやればやるほどここにシールを貼ることができる。そして月日が経てば経つほどこれがねどんどん厚みを増していく予定になります。でその時に、新しくダイヤリー購入したからじゃあ新しいのに付け替えますとかするかもしれないし、前のをねなんとなく気分を変えてここにつけるかもしれないし、それはそういうことをちょっとおいおいで楽しみたいなと思っています。はい、2冊目は配信とか収録の記録をしている、ロルバンダイアリーでした。次、3冊目。はい、こちらはですね、システム手帳になります。プロッターのミニ6サイズのシステム手帳です。ではこれに何を書いてるのかっていうと、これはですね、まずは3つですね。ちょっとあんまり見せられるとこだな。はい、パターンと。もうこういうリフィルになっていて、ちょうど私この7月のこの時期全然ね書けてなかったので、はい、もしわーって書いてたらあまりちょっとねもう殴り書きみたいな感じになっちゃうからお見せできないなと思ったんですけど、ここちょうど空いてるから、じゃあこのページを見ていただこうと思って今開いてます。そして、まずはこれはもう1週間ごとね、1週間、この7月21からの週で7月28からの週で、これがねずっと続いてます。今年終わるまで続いています。これはダイソーのミニロックサイズの週間のリフィルです。もともと買っていて、ただこれ油断するとね、その出た時期に買っとかないと売り切れちゃうんですよね。やっぱりこういうの季節のものですから。なのでとりあえず買っとこうと思って買っておいて、でだから最初からこれに使おうとは思ってなかったんですけど、後からじゃあこれくらいのやっぱりこの各スペースがこれに合ってるなっていうのとか組み合わせを考えて、そこがいい感じにあったら、これを使うようにしているんですけど、今回はたまたまこの差し子の日々の記録をつけるのにもうこれくらいのサイズ感とこれくらいの1日の量、これでいいんじゃないかなっていうふうに思ったので、このリフィルを今使ってます。だからそうですね、今回は手帳とノートの、紹介の動画、これの収録をしたっていうのを書いたり、あとはなので YouTube のこの日に何をやったっていうのを書いたりもするし、あとは差し子をしたらその進捗、何の模様を、例えば斜めの部分を指し進めたとか、そういうのをね、この日に何をやったとか、あと完成したとか、そういうのを書いたりしている。
手帳にこのリフィルによっては例えばこっち側が習慣でこっちは丸々メモっていうのとかもあるんですよね。でまたこう次の週にこう開いて、で次の週はここだけ習慣の日付書いてあって、ここはフリーのメモ、それもあるんだけど、私そういうのにしちゃうと結構空欄がもっともっと目立っちゃうっていうのがだんだんこうつけてきて分かったので、やっぱもうそんなメモはいらない。だからもう1週間1週間のこういうフォーマットの方がいいなと思ったので、これを今使っています。はい。なのでそこのページに私はこのね8割ちゃんのこのしおりをこれねすぐこう取れるんですよ。ここにこういうのね貼っていて、ちょっと商品名忘れちゃったな思い出したら概要欄になんか書いておきますね。そういうのをもともとこれないんですよ。ただただしおりなので、ここにこうシールで貼ってあって、これのちょうどこの穴がね3つあるんですけど、3つ3つでこの間隔で貼ってあげると、このミニロクのこのリフィルの2つをこう2つをピタってやるのにちょうどいいんですよね。はい、なので今日の部分にはこの8割ちゃんのしおりをこうやってつけていて、はい出します。それではい8割ちゃんここってなったらすぐこの日のページにたどり着けるっていう風にしています。で、だからここには日々の差し子に関する記録、そして次のゾーンがこれ色違いにねしてるんですよね。ここちょっと黄色いですよね。ここからね、ここのゾーンが、YouTube の台本メモのページです。もうちょっと殴り書きなのでお見せできないので、じゃあ今日の話してる内容はこんな風に書いてますっていう一例で、もうさっきのここのところから外して今こう持ってきたんですけど、今回は手帳ノートについてっていうので、あと収録日を書いたり、あとは話そうと思ってことをこう箇条書きで書いて、そこまでさっきね台本なんて言ったんですけど、台本って言えるほどは書かないんです私。大項目だけ書いて、それに対してなんとなくこういうふうに話す。で、他の時は刺し子の制作の動画を撮ったりしてるんですけど、その時には例えば使ったものはこれこれですっていう時にこの使ったものの定規ペンとかそういうのをこう書いたりとかしてますね。忘れないようにするために。それくらいのこう大きな項目とで多少の内容をこういうふうに書いて、で私の中では1動画につき1枚っていうふうにしています。でもそうすると、話したことここだけで終わっちゃうじゃんってなるかと思うんですけれども、確かにここでね話すことは全部今だから、ここのねプロッターここあんまり小さくてちょっと申し訳ないんですけども、ここにねプロッターって書いてあって、日々の記録 YouTube の台本メモとかこう書いてあるんですけれども、これをねあとは読んでったらもうここだけなんですけど、余るじゃんってなるんですけど、ここ以降にはなんとなく何月何日に例えば音声ファイルと映像ファイルを iPad に取り込んだとか、そういうねやったことの記録をして概要欄を書いたとか、そういうのを自分なりに書いて、あとは話してみた流れで私こういうことも話した方がいいなとかっていう追加されることもあるから、こういう内容について話したっていうメモ書きとかね。なので今回のね動画に関することは、このシステム手帳のこのリフィル1枚を見れば、どこかにこう進捗の状況とか話した内容のメモ書きとかもこう追加で書いたりしています。でも大体ねこの辺で終わるんですよここまではいかないんだけれども、それくらいの、とにかくでもだからってね、ここで1枚でここのね表のページで終わっちゃうから、じゃあ次の動画撮る時にここに書くってなると、それがねなんかちょっとやっぱ1枚で1動画につき1枚っていう方が使いやすいなって思ったので、多少の余りはそれはそれでいいかなっていうふうに私は思っています。はい、そういうのをここにこの黄色いゾーンですね。
ちょっと見えにくくて申し訳ないです。ここのね黄色いゾーンにはね、そういう YouTube の1枚ずつ、これ今年に入ってからこういう風に作り始めたので、今年って言っても、だから春ぐらいかな、春ぐらいからやり始めてるので、全文がこう入ってるわけではないんですけれども、そういうのにしているっていうことですね。はい。であとはヤフーフリマのご注文のメモもこれに書いてます。ちょっとね注文してくださった方のお名前とかもね出ちゃうんで、用紙だけ、何も書いてない用紙だけちょっと外しますね今ね。ちょっとお待ちください。はい、もう全然何も書いてなくて申し訳ないんですけれども、このヤフーフリマのご注文に関することのメモはこのピンクにしてるんです。だからこの色分けで、リフィルの色分けで内容がざっくりわかるっていうことですね。YouTube はこっち、ヤフーフリマはこっちで、こっちは例えばご注文が入ったら何月何日でどなたが購入してくださったか、そして私模様描いたりしてるので、例えば3枚ご注文入ったら123で振って、何の模様か、朝の葉なのか丸模様なのか、ひよくいげたとかね、そういうのをこう書いたりしてますね。そういうのメモで、あとはいつ発送した、そしたらコメントでこういうやり取りをしたとかね、そういうのをちょっとここに書いたりとかしてるのに、これを使ったりしています。だから大きく3つですね。このプロッターに書いてるのは日々の差し子の記録、そしてあとは YouTube の台本メモ、あとはヤフーフリマのご注文入った時のこの内容とメモ、これを書いています。システム手帳なので入れ替えができる、つけたり外したりできるのがいいところであって、だからこれも今1枚で外しちゃってるんですよね。もともとこの辺りに入ってるっていうのはあるんですけど、そこからパチッとやって外して、そしてこれを、フレームアウトしちゃうんですけれど、フレームアウトするような場所に置いとくんですよ。立てかけて置いて見れるようにして、なんとなくこの話の流れをね目で追って、言うことちゃんと言えたかなみたいなのを、このね内容言えたかなっていうのを確認しながらやっている。これもこの1枚で取り外せるからいいんですよね。取り外せないとこれごとこうなんか立てかけるか何かしなきゃいけないですので、今日はこの手帳とノートについて話す。それはこの紙だけに書く。だからこの紙だけ取り出してちょっと脇に置いて、これを見ながら YouTube で話す。でなおかつでその先にじゃあこれを戻すんだけども、まだこれ取っただけで編集はまだ終わってないんですよね、これから。だからまだねこれ終わってないものはあえて私、はい収録動画撮りました、これから編集入りますってなったら、ここのさっきのこの8割ちゃんのこの今日の日付のゾーンですね、ここの見開きが今日の日付ゾーンになるから、わざとここに入れちゃうんですよ。ここに、はい、ここに挟みます。場所の入れ替えもねシステム手帳だと自由ですから。そしてここに入れちゃうんで、入れて、例えばじゃあ今日はもう収録だけで終わりってなったら、もうこれはこれではいお疲れ様でしたなります。そしたらじゃあ次の日出します。少し動画編集進めましょうってなったら、もうここ開きます。開いてこの片隅にパターンと置いときます。置いておいて、例えば明日の日付書いて、動画ファイル、音声ファイル iPad に取り込んだってなったら、もうここにこうピピピって書くんですよ。書いて、でそれのどこまでやったかっていうのを書きますね。音声の音量をね整えるところをやったとかで、これをあとじゃあまた別の日に見ると、ここまでやってるなっていう、こう頭の整理にもなりますので、ここまでやってるから、じゃあ今日はここからやろう。そうすると今日あたりに予告投稿して、夜の19時に配信できるかなみたいな感じが、こうだんだんねこう編集が
進んでいくとなりますので、それで何月何日配信とかなったらそれもメモ書きして、でそれがこれの動画を配信終わりましたってなったらもうここから外すんですよ。はい、もう作業することないから外します。そうすると今日のゾーンから外れまして、でこのさっきのこの黄色にね、この黄色のゾーンの中の順番ですね。順番に、ちょっと今開かないですけれども、順番にあとはここの黄色いゾーンの中にこうスッと入れてしまっておく。そうすると後からこの黄色いゾーンをこうペラペラペラってめくっていくと、あ、これぐらいの時期にはこういう配信してたんだなっていうのがこう紙でね読むことが、振り返ることができるっていう感じなので、これねこう付け替える、いろんなとこに位置をね外して付け替えて、であとは最終的には定位置に戻すっていうところの流れをできるのが私いいんじゃないかなと思ったので、このシステム手帳を使っています。でなおかつシステム手帳っていろいろあって、私もうあえてこれベルトがないんですよね、プロッターって。プロッターの、オプションとしてゴムバンドがあったりとかしてるから、必要な人はそれをつけたりすることも可能だから、バンドでピタッと留めることはできますね、ゴムバンドで。だけどベルトがない。そう、ベルトがない。私ベルトのついているシステム手帳も持ってるんですけれども、あえて、だからベルトがついてるのももちろんいいんですよ。ベルトがついてて、なおかつリング系もね太いものだと枚数がもっともっとこれよりもね、このプロッターのこのね細いものよりも入れられるから、使い分けによってはそっち側のねベルト付きのシステム手帳ももちろん使ってます。ただこの差し子に関する作業の書くのは、これは私はプロッターがいいなって思って、だからさっきもそれは何でかっていうと、やっぱりこうパッと開いてもうポンと置いておく。であとは何かこう差し越したりとか YouTube の作業したりとかしたら、はいチャ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 ってここにこれがあるからね、はいはいここにチャ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 って、もうだからこうなんていうかな、押さえて書かなくてもいいんですよね。パーンってなってるから、ベルトがここにあってなんか干渉することもないから、なんかさっと書けるっていうのが私いいので、あえてプロッターにしています。なおかつですね、これ差し子の私 YouTube でやっているので、これ前にも差し子の収納じゃないや、活用の動画で投稿した時に包むっていう項目でもやっているので、そのところで話したことともダブるんですけど、今日もねシステム手帳が出てきて、なおかつこれね革のものですからね、この辺りのもう使いようによっては麦茶とか今の時期なら水分取る麦茶を置いておく。で取ってもここにこう輪っかの水滴がある、その輪っかの水滴が分からずにポーンって置いたらみたいなことになったら大変って私はもうねちょっと思っちゃうんで、それはやっぱねもうちょっと大事に使いたいので、そういう時にもうねとにかくもうこれに包んじゃってるっていうことですね。今回はたまたま桔梗朝の葉のね、前もこれで制作して制作過程見ていただいた布巾ですけれども、たまたまちょっと目についたので今回はこれを持ってきてみました。で最近はねもともとこう包むっていうので YouTube で活用で投稿したこともあるんですよ。そういう感じでやってたんですけど、最近はこれいいじゃんって、ベルトがねないタイプのプロッターだからこそこれいいじゃんって思ったのは、これいいんです。8割ちゃんがねあるからそれはそれで見やすいんですけど、さらにこうここで書いた後のインクとかがこうなんかつくと気になるっていう人はやんない方がいいと思いますけれども、私はこう開きっぱなしである程度時間が経つのでこういう使い方をしてますっていうのでお話ししますね。これこういう感じでね、はい書きました、ある程度時間経ちました、はいしまいますってなったら、こうちょっとこうずらして、まずここでねここの部分をパターンとするんです。パターンとして、そしてパターンパターンさっきと大して変わりないんですけど、
ちょっと包み方を変えた。でこれによって何がいいかっていうと、はい、でこれでしまっておきますね。はい、包まれてるからこれで安心ね。で、はい、じゃあ、次の日とかでもね取ってきて書こうかなって思った時に、はいパンパンパンもうこれが逆にこれがなくてもね、これがなくてももうこうやってこうやってこうやっとけばもう一発で今日のページはい開くよっていうのを最近こうできんじゃんっていう風にちょっとひらめいたので、それを一例としてご紹介してみました。なんとなくこんな感じで私は包んで、大事にねしまいつつ大事にだけど活用もしたいからっていうことでやっています。ちなみにこれはね全体的な布巾のサイズとしては 34×34 の正方形ですね。これをこう2つにこう折ってなんかミニ6にやるとこんな感じのサイズ感ですっていうのでね紹介しました。でさらにこれがもしじゃあホビーレさんのだったらどうですかっていうことになると、これ一例としてはいこれ持ってきました。それでこのサイズ感だと一旦ここで折る、ここで折ってちょっとミニ6サイズの場合でって言っていくんですけど、サイズ感的にはこういう感じになりますね。ここでねこうやって書いて、でさっきのようにねやるときはちょっとこうずらして、はいここでこう折る、はいパターン、はいパターン、はいこれでもう包まれておりますっていう多少ね正方形の布巾でも長方形のホビーラさんの布巾でもサイズ感としては私ミニ6使ってるのでミニ6だとこんな感じですっていうことの一例としてご紹介いたしました。はい、以上がですね今回、手帳とノートですね、刺し子関連の記録の時にね使っている手帳とノート3冊、今日はねこの3冊を紹介いたしました。はい、ではここからは次回予告ですね。なんかこれもね、はい、次回予告ってここに書いてたので忘れずに次回予告を言いましょう。さあそろそろですね布巾を作ります。しかもねこれの前がまず見本帳でしょ。で見本帳の前っていうのが無印良品の布巾に差し越してたんですよ。だからやっぱりこう晒しにこう布巾する晒しに差し子をするっていうのが少しね空いていましたので、じゃあこの次は晒しに布巾、差し子布巾としてね差し子していこうと思って模様をどうしようかというのははいこちらですね。刺し子の基本、私こちらの本が好きなのでこの本に載っている模様を順番にねやっていこうと思っていまして、でこれがね途中なんですよ。じゃあ今どこまで行ったかっていうのが、これがこの模様のタイトルをねこれに書いてたんですよ。そのページ開きますね。ここだ。はい、これ刺し子の基本でこの模様がこう書いてあって、ちょんちょんちょんってやってるのがもう刺したことありますっていうやつでチェック入れていて、次が半丸つなぎなんですよ。でこれをなので結論半丸つなぎをやろうかなと思います。で半丸つなぎってどういうのっていうのはもうこちらをね是非見てください。サイズとかも多分同じで作るんじゃないかな。30×30 なんですよね基本。これサイズっていうのは差し子する部分のサイズの話です。これが、30×30 の面積にやっていくっていう感じで、ただ私刺し子の全体的な大きさを 34×34 で作ることが多いから、そのあたりは例えば外枠を二重にするとか、あとはちょっと
付近の在庫を確認してみます。例えば 34×34 じゃなくて 33×33 とかあるかもしれないからその辺を確認して、とにかくその半丸つなぎですね、それを次回から作る動画を淡々と配信して収録をしてね配信していこうかなと思っています。はい、では今日紹介したのを並べて終わりますが、はい、こんな感じかなはい、では今日はこの3冊の刺し子の記録をする手帳とノートを記録している手帳とノートを紹介いたしました。今日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。